まして、ともりんです。はじめましての方も、いつもこの動画を見てくださる方も、今回は詳しく私のこと、病気のこと、このチャンネルのことなどを自己紹介を兼ねてお話ししようと思います。皆さんの貴重な時間を私に使ってくれることが心から嬉しいです。ありがとうございます。私は40代、2人の娘を持つ主婦です。今年の春、2025年4月にパーキンソン病と診断された PD1 年生です。パーキンソン病と診断される前、2024年の年末、ちょうど1年前なんですけど、もしかしたら PD の疑いがあるかもしれないと自分で思い始めた頃に、ネットでいろいろ検索しまくりました。そこに書かれていたのは、治らない、徐々に進行するという精神的に辛いことばかりでした。少しでも明るい情報にすがりたくて、パーキンソン病治るとか、パーキンソン病完治と検索したり、このチャンネルをご覧の皆さんなら一度は検索したことがあると思います。でも現実はそんな情報が見つからなくて、希望を持ちたくて検索するのにネガティブな情報ばかりが目に入ってしまって、余計に落ち込むという悪循環でした。今はネットが普及しているからたくさんの情報が拾えます。ありがたいし便利ですよね。だけれど同時にパーキンソン病が進行した方のブログ記事だったり SNS を目にする機会も増えて、自分の将来をその人と重ねてしまってまた落ち込む、そんな状態でした。将来夫に介護してもらうことになるのとか、優しい娘たちはきっと私のことを放っておけないから介護は自分たちがするって言い出すだろうなとか、まだまだ未来のある娘たちに私の介護の負担を負わせたくない、施設に入るんだったらお金はとか、まだ診断も出ていない段階から先のことばかりを心配してしまって、いっそ一人になった方が家族に迷惑をかけないのではとか、そんな考えが頭をよぎったこともありました。田舎に帰ろうかなと思って母に電話した時に、母が言ってくれた言葉は私を奮い立たせてくれました。いつでも帰ってきていいよ。でもお父さんががんで戦ってた時、あなたは迷惑って思ったことある？病気の親を負担だと思ったことある？娘の気持ちはあんたが一番わかるはずやで。で、その瞬間、ふっと肩の重い荷物が下りた気がしました。家族に迷惑をかけるのではと責めていたのは自分自身だったんだな。そこから少しずつ、もしパーキンソン病と診断されたら、なるべく家族に負担をかけないように進行を抑える努力をしようと、そういった覚悟ができてきました。同時にネットで今は薬の種類も増えて進行は緩やかに抑えられる、20年以上介護なしで生活している人もいるという希望の情報も知って、落ちるところまで落ちたんですけど、少しずつ這い上がっていきました。私にはこの覚悟ができるまでの期間はとても重要な時間だったと思います。私の体の異変、犯人はパーキンソン病だって分かった瞬間から、私はとことん明るい PD 患者になろうと思いました。私の状態を記録、配信していくことで、パーキンソン病って突然進行するような病気じゃない、そんなに怖い病気じゃないのかもって誰かに思ってもらえるかもしれないと思いました。1年前はどうだったとか、2年後はこうなってるとか、自分のための記録でもあるんですけれど、将来の誰かの安心につながったらいいなと思っています。
病気になった本人が一番辛いのはもちろんなんですけれど、家族には家族の別の辛さがあると思います。辛そうにしている家族を見て助けてあげたいって思うのに、どうあがいても当事者にはなれないという歯がゆさ。私は病気の父が痛みでイライラして母に当たったりしていたのを見てきたから、母も当時は相当辛かったと思います。だから病気で思うようにいかなくてイライラすることがあっても、家族やパートナーに私の苦しみ、気持ちなんてあなたにはわからないでしょとか、できたら言わないであげてほしいです。寄り添おうとしてくれる手を自分から振り払わないであげてほしいと思っています。家族って強さだけではなく、弱さも不安も全部まとめて抱えながら、お互い支え合ったりして一緒に生きていくと思っています。私は YouTube 初心者で顔出しすることも配信することも最初はとっても勇気がいることでした。でも本当に40代なんだよ、私 PD なんだよって分かってもらうために、リアルをさらけ出すことは必要だなと思いました。勇気を出して配信したら、そこに広がっていたのは、同じ病気で頑張っている皆さん、ご家族、優しい人たちからの温かい言葉のシャワーでした。世の中には人のために優しく温かい言葉をかけてくれる人がまだまだこんなにたくさんいるんだなって、私はいつの間にかその優しい輪の中にいて、共に歩いている仲間がこんなにも大勢できたんだ、一人じゃないんだなって、皆さん本当に本当にありがとうございます。 PD と診断されて、特に思春期の娘たちには慎重に私の病気のことを説明しました。すぐにどうこうなる病気じゃないよ、命を脅かす病気じゃないよ、でもこれから不便なことも出てくるとは思う、だから時々手伝ってねっていう感じで、でも私を甘やかさないで、できることはやる、それがリハビリだからっていう感じで、そういう風に説明しました。多感な時期の娘たちだったんですけど、私のストレート球を見事にキャッチしてくれました。あとは実家の家族、ごく一部の友人に PD になったことを話しました。特に母は今のパーキンソン病治療の進歩を知らないので、パーキンソン病と聞いたら10年ほどで寝たきりみたいな、そんな昔のイメージだったと思います。私から PD かもしれないって聞いた時に、母は本当にびっくりしたと思います。でも今の治療のことを丁寧に話したら安心してくれました。この夏に帰省した時も、前よりちゃんと歩けてるやんみたいな感じで言ってくれて、すごく励みになりました。高齢の母にお世話になるつもりはないんですけど、いざとなったら帰れる実家がある、その存在、私はかなり救われて前向きになれました。実家のお世話にならないように頑張ろうっていう感じで、家族の理解は私にとって本当に大きな支えとなっています。友人の反応はとても温かいものでした。まず開口一番、私に話してくれてありがとうでした。友人に報告した経緯は、友人の前で病気を隠す方が余計に心配をかけると思ったからです。震えを気にして隠したり、しんどい日に誘いを断るのに適当な嘘を言ったり、それは今までたくさん悩みを打ち明けてきた友人に対して失礼だなと思いました。
隠し通したっていつか自分自身に無理が生じてくると、その時になんでもっと早く言ってくれなかったのって友人は言うと思ったんですね。もし逆の立場だったとしても同じようにもっと早く話してほしかったよって言うと思うので、私は勇気を出して友人に話しました。案の定友人の反応は優しくて、無理しないでね、私にできることがあったらいつでも言ってねと受け止めてくれました。友人に恵まれていると思います。皆さん、この広い世界で私とつながってくれてありがとうございます。皆さんとの出会いは私にとって今まで経験したどんな出会いよりも尊いものになると思っています。あと、私の夫にいつも明るく笑い飛ばしてくれてありがとう。私がパーキンソン病と診断された時、俺はパーキンソン病を病気とは思わないよ、ともりんの個性が一つ増えたと思えばいいんだし、そう言ってくれました。最近文字が書きづらいんだよね、時間かかるんだよねって夫の前で嘆いた時も、時間かかってもよくね、いつか書き終わるんだからさ、みたいな感じで言われて、確かにと思いました。夫なりの励まし方なんだと思います。私は少し不便だなって思うことがあると、また少し病気が進行したのかもと思って焦ってしまうんですけど、夫のそういう言葉で焦らなくてもいいんだなって気づかされることが多々あります。公共の場などでは字を書くのを急がないといけないような雰囲気はあるっちゃあるんですけど、そこまで周りに気を使わなくてもいいのかなって、私はもう頑張ってもこのペースなんですみたいな感じで、ある意味開き直り、堂々としてもいいんじゃないかなって最近ちょっと思ってます。もちろん断りを入れつつ、ちょっと遅くてすいませんとかは言ってるんですけど、所持の再学習も近々やろうとは思っています。私が発信を続ける理由は一つ、希望の火を消したくないからです。この病気でも自分らしく明るく前向きに生きられることを証明していきたいと思います。このチャンネルは私の居場所であると同時に、あなたの居場所の一つにもなれたら嬉しいです。これからもわかる私もそうだったよって言ってもらえるような皆さんの一番近くにいる存在でありたいと思います。一緒に歩んでいけたら嬉しいです。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。もさもさしてたです私それでは皆さん、また次回の動画を楽しみにしててください。さよなら。